今回は、人が作りし光文明のドラゴン、サッパークについて紹介していきます。竜が絶滅した世界でドラゴンを作り出すプラン DG。その成果である初めてのドラゴンについて見ていこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。まず最初に紹介するのはサッパーク DG です。このカードはサッパークの中で唯一ゼロ文明のカードですが、効果はまず出た時に山札の上から3枚を見て、その中からメタリカ、ドラゴン、呪文を全て回収できるという、デッキ次第では3枚ドローとも呼べる能力です。この効果でまずは自分の手札を補充し、そこからが本領発揮です。2つ目の能力は、自分のターンの終了時に発動します。この効果で自分の手札から裁きの紋章を手札から唱えられます。裁きの紋章とは、サッパークと深い関わりがある呪文のことで、唱えると自分の墓地ではなく任意のシールドの上に表で重ねて、裁き Z と書かれた能力で置かれたシールドを利用できます。そしてこのシールドを表向きにしておく能力は、サッパーク DG の3つ目の能力に関係があります。ターン終了時にいずれかのシールドゾーンに、合計で3枚表向きのシールドがあった場合、このクリーチャーを破壊し、手札から光のドラゴンを1体、バトルゾーンに出すことができます。この効果の優れている点は、光のドラゴンでさえあれば、コストの制限も単色か多色かの制限もなく出せるという点です。具体的には、この後紹介するサッパークやサッパークカリバー、最近では往来編で登場した様々なディスペクターが該当します。特に一時期このカードと相性がいいと話題になったカードが、金字混成オード金ダンテ22です。このカードはサッパーク DG の効果で場に出せるだけでなく、相手がコスト9以下のクリーチャーを出すか、コスト9以下の呪文を唱えることに反応して、手札からコスト9以下の呪文を唱えることができるのです。裁きの紋章のコストは大体が9以下のため、手札から数多くの裁きの紋章を唱えることができます。裁きの紋章の中には相手の動きを制限するカードもあるので、相手の盤面をコントロールしつつこちらもさらに展開して、そのまま相手を一斉攻撃で粉砕するという行動も可能です。このカードは光のドラゴンが実装されるたびに強化が入るので、今のうちに知っておくと便利かもしれません。ではそんなサッパーク DG は、一体どんなクリーチャーになってしまうのでしょうか？サッパーク DG から生み出されたのはキラゼオスサッパーク。効果ですが、まず場に出た時に相手のバトルゾーンにあるカードを、1枚選んで相手のシールドに表向きにして貼り付けられます。破壊やマナ送りなどは墓地蘇生やマナからの展開などで、一度除去しても戻ってきてしまうなんてことがあり得ます。ですがシールドゾーンに送るということは、そのシールドがブレイクされないことには手がつけられず、仮にブレイクされたとしてもまたコストを支払って出す必要があり、除去された側からしてみれば非常に苦しい展開を強いられます。さらにこのクリーチャーがバトルゾーンを離れるとき、代わりにいずれかのシールドゾーンにある表向きのカードを、1枚墓地に置くことで除去を回避することもできます。この効果で選ぶシールドは相手のシールドでも良いため、先の効果でシールドに貼り付けた相手のカードを指定することで、そのカードが墓地に置かれるというリスクこそあれど、こちらはほとんどノーダメージで除去を免れることができます。加えて、2回目以降の除去に関しても自分のシールドを選び、裁きの紋章の効果で貼り付けた呪文を墓地に送って耐えたり、そもそも裁きの紋章の中には相手のクリーチャーを指定して、相手のシールドゾーンに叩き込む能力の呪文も存在します。その効果でシールドゾーンに送ったカードを指定することもでき、その破壊耐性は他のカードと比べても頭一つ抜けています。さらにこの除去効果はサッパークだけでなく、自分のクリーチャー全体に適用することができます。自分のクリーチャーを守る際に表向きのシールドを犠牲にでき、相手はこちらの除去に非常に手間取ることでしょう。そしてこのサッパークにはさらなる特殊能力、通称ドラゴンダブルブレイカーが備わっています。この能力は、相手のシールドをブレイクするときに各ブレイクの前に、自分の山札の上から1枚を裏向きのまま新しいシールドにするか、表向きにして既存のシールド1枚の上に重ねるか選べます。この効果で、裏向きのシールドを2枚追加して守りを固めてもよし、表向きのシールドを増やして除去に備えてもよし、はたまたその両方を同時に言ってもよしと、対応力の高さが伺える能力となっています。除去と除去耐性とシールド追加を1枚で完結させているこのカード、サッパーク DG から場に出してももちろん強力ですし、そもそも光の7コストのドラゴンなので場に出す手段も豊富で、最近だとドラゴンズサインという、
光の7以下のドラゴンを場に出してブロッカーを付与する呪文が、このサッパークの除去耐性と相まって強力だとのことで、5色コントロールというデッキタイプに入っていたりします。今後も単体のカードパワーの高さから活躍が見込めるため、今のうちに4枚揃えておいてしまってもいいかもしれません。次に紹介するのはサッパークカリバーです。このカードはサッパークと違いコストが10と重いため、専用のデッキを組むことでしか進化を発揮できません。ですがもしその能力を活用することができたなら、サッパークよりも重量のあるクリーチャーとして、裁きの紋章デッキの基盤を支えることとなります。その効果ですが、まず一つ目に相手のクリーチャーが攻撃するとき、自分のシールドゾーンにある表向きのカード3枚を裏向きにして、このクリーチャーをバトルゾーンに出すことができます。自分のシールドゾーンにあるカードを指定するので、サッパーク DG のように相手に表向きのシールドを加えることで、その効果の発動を早めることはできませんが、それでも最速で4ターン目にはこのカードを出す条件が整います。そしてこのカードはパワー1万7000のブロッカークリーチャー。攻撃してきた相手をカウンターで殴り倒すには十分なパワーです。そして返しのターン、相手のターンに出たため召喚酔いが解け、サッパークカリバー本人が攻撃に参加することができます。その際、相手のシールドをブレイクするときにサッパークカリバーの能力、その名もドラゴントリプルブレイカーが発動します。お察しの通りこの能力はドラゴンダブルブレイカーのトリプルブレイク版。攻撃時に表か裏か選んで合計3枚のシールドを追加できます。デュエルマスターズをプレイしたことがある人なら、攻撃時にシールドを3枚追加してくることの恐ろしさがわかるはず。それなのにこのサッパークは先の効果でレイマナで出てきて、ブロッカーを持ちながら攻撃でも能力を発揮する大盤振る舞い。さらに、このクリーチャーは自分のシールドゾーンに、表向きのカードが3枚以上あれば、場を離れなくなります。サッパークと違い全体に除去耐性を付与することはできませんが、条件さえ満たせば半永久的に場を離れなくなるのは魅力的です。しかもこの除去耐性は表向きのシールドが3枚あることが条件。つまりドラゴントリプルブレイカーの効果で強引に3枚表向きで、自分のシールドゾーンにシールドを追加することで、何もない状態からいきなり除去耐性を発揮できます。しかもこの際にブレイクしたシールドのシールドトリガーは、ドラゴントリプルブレイカーの効果が全て解決してから発動します。つまりシールドトリガーではサッパークカリバーに干渉できないのです。このことから、攻守ともに優れたサッパークの姿として、多くの裁きの紋章デッキを裏から支えてきました。最後に紹介するのは直近のファイナルメモリアルパックで収録の、キラストゼオスサッパークです。効果ですが、まず最初に裁き Z という効果を持っています。この効果は一部のクリーチャーや裁きの紋章呪文に見られる効果で、自分のシールドがブレイクされた時、そのシールドの中に、裁きの紋章が含まれていた場合、それを墓地に置くことで、クリーチャーを場に出す、もしくは呪文を唱えることができます。もちろんこの時にコストを支払う必要はありません。イメージとしてはストライクバックに近いかもしれません。そうして裁き Z 能力で場に出たサッパークの効果ですが、まずドラゴンダブルブレイカーを持っています。これは本家サッパークも持っていた能力であり、この後紹介する能力とも非常に噛み合いが良くなっています。その能力というのが、自分のシールドゾーンに表向きのカードが、合計で3枚以上ある時にこのクリーチャーが破壊されなくなる効果。この効果はサッパークカリバーを彷彿とさせる能力ですが、あちらと違って破壊以外の除去は受け付けてしまいます。それでもこのクリーチャーが本家サッパークと同じく、コスト7で場に出る点、そして裁き Z でただ出しできる点など、総合的に考えると一概に介護官とは言えないでしょう。最後に、自分のシールドゾーンの表向きのカードを含むシールドが、ブレイクされるとき、代わりにそのシールドの表向きのカードをすべて、裏向きに戻すことで、ブレイクを免れることができます。要するに相手はシールドを2回ブレイクしなくてはいけないのです。今まで自分のクリーチャーに耐性を付与することはありましたが、シールドに耐性を付与することは珍しく、注目されました。そんな器用な動きをしつつ軽快に立ち回るこのカードは、今後も裁き Z デッキの1枚として活躍が見込まれています。新章もサッパークの活躍から目が離せません。今回は、サムネにもなっている歴代サッパークをテーマに、独断と偏見でノミネートしていきました。皆様のコメントをお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。